下巻きを施した状態です。今回のパターンはボディをきれいに仕上げるために、下巻きから各マテリアルの巻き留めまでボディを形成するための全ての工程でスレッドを密に巻いて凹凸の少ない下地を作ることを意識しています。まずはタグを巻いていきます。巻き幅は I1 個分程度にしています。続いてテールを巻き留めます。長さはフックシャンクと同じかやや長い程度にしています。テールの余りをフックシャンクに巻き留めていきますが、この時指で位置を修正しながらなるべくフックシャンクの真上に巻き留めるようにしています。位置を修正せずにそのまま巻き進めると、途中からフックシャンクの側面にずれて巻き留められてしまう恐れがあります。そうすると最終的にボディの形がいびつになる恐れがあるので、このようにしています。次にミラージュティンセルを巻き留めて、その上からフロスを巻き留めていきます。今回4色のフロスを使用しています。一度に全てのフロスを巻き留めず分割して巻き留めています。まず2色を巻き留めてから残りの2色を巻き留めています。ミラージュティンセルとフロスを巻き留めるときも冒頭でお伝えした通りスレッドを隙間なく巻いています。フック後端まで巻いたらフロスの余りをカットします。次にシルバーテープを巻き留めます。この工程も極力凹凸ができないように密にスレッドを巻いています。シルバーテープを巻き留め終えたら、全方位から見てシルバーテープがきれいに巻けているかを確認します。そうしたらフロスを巻いていきます。ここまでの工程で下地に凹凸があると最終的にデコボコのボディになってしまうので、このようなボディにフロスを使ったパターンは下地作りが大切だと思っています。フロスを巻き付け終えたら、プライヤーの持ち手部分などを利用してフロスを鳴らしていきます。この作業をやらないと、下地をどんなにフラットに作っても若干デコボコとしたボディになることがあるので、この作業はとても大切だと思います。鳴らし終えた段階でこのように1本や2本くらい切れたフロスがぴょこっと飛び出ていることがありますが、これはシザーズでカットすれば大丈夫です。ミラージュティンセルを巻き付けていきます。内側に少量の接着剤を塗ってフロスを巻いたのとは逆回転で巻いていきます。ミラージュティンセルを巻き付け終えたら接着剤でコーティングしていきます。この時タグにも少しだけ接着剤を塗って補強しています。テールには接着剤がついてほしくないので、タグの下側にだけ接着剤を塗っています。接着剤が乾いた時にフックシャンク上側のティンセルが巻かれている箇所とそうでない箇所でコーティングのわずかな段差が生じる場合があります。今回はそれほど段差は生じませんでしたが、気になる場合は一度フックを裏返して再度接着剤を塗ります。こうすることで重力で下に垂れ下がった接着剤が段差を埋めて目立たなくしてくれます。ただあまりたくさん塗ると仕上がりが綺麗にならないことがあるので、塗りすぎ注意です。ミラージュティンセルとフロスをカットしたら、一度ウィップフィニッシュを行ってスレッドを変えます。
これはここまで使用していたスレッドが個人的にはウィングを巻き留めにくいと感じているためです。変えたスレッドでパートリッジフェザーを巻き留めます。下処理としてウェブはむしっています。ティップ側を巻き留めてダブリングをしながらハックリングを行います。ハックルを下側へなでつけておきます。僕はこのようにやや広がった形のハックルにするのが好みなので、スレッドでハックルの向きを調整したりせずに、ただなでつけるだけにしています。ウィングを巻き留めます。幅はゲイプ幅よりも少し狭い程度にしています。ウィングの長さですが、僕はハックルファイバーの長さに合わせてフックシャンクの 1.5 倍から2倍の範囲内で調整しています。今回はハックルファイバーがやや長めのものを使用しているので、ウィングはフックシャンクのほぼ2倍くらいの長さにしています。スレッドでヘッドを形成したらウィップフィニッシュを行います。スレッドをカットしたらペンで黒く着色していきます。この時ウィングやハックルにまでインクが染み込まないように相側から少しずつ着色しています。特にウィングには染み込みやすいので注意が必要です。最後に接着剤でヘッドをコーティングします。ここでもウィングやハックルには接着剤がつかないように注意しています。特にウィングには絶対に接着剤はつけない方がいいと思っているので、細心の注意を払っています。接着剤が乾いたら完成です。今回マーチブラウンのバリエーションとしてこのパターンを巻いていますが、これに限らずウェットフライのタイイングはボディを少し変えるだけで様々なバリエーションパターンを巻けるのが楽しいところだと思います。何の変哲もないフロスボディのパターンをロリポップマーチブラウンなんて名前で勝手に呼んで楽しんでいます。フロスカラーの組み合わせをいろいろと試してお気に入りのカラーパターンを見つけるのもまた楽しいです。パートリッジはある程度パラッと広がっている方が動きが出やすいと思っています。動きが出ることが必ずしも超過に直結するとは思っていませんが、それでも動きがある方がなんとなく生命感が出るような気がしているので、ついこういった巻き方をしてしまいます。Twitter とブログもやっています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。